はい、こんにちは、磯地ギターです。今日はフェンダーとポール・リード・スミスどっちがいいのかっていう紹介をしていきます。またどんな違いがあるのかっていうのをご紹介していこうと思います。フェンダーといえばジョン・メイヤーとかスティービー・レイ・ボーンとかジミ・ヘンドリックス、ジェフ・ベックとかだと思うんですけど、以前ポール・リード・スミスを紹介した時に1万回再生おかげさまでいきまして、今回はちょっとそういうのに見せたプリセットを今回はご紹介させていただこうと思います。で、この動画に合わせてニューラル DSP の方でも公開させていただこうと思います。じゃあまずフェンダーってそもそもどんな音なのっていう話ですよね。知ってる人には当たり前だと思うんですけど、紹介させていただきます。ヴィンテージのストラトキャスターはね、ちょっとノイズが多いかもしれないです。はい。結構ジャキジャキしていて、ジャキジャキしてるのが特徴ですね。フェンダー系は、ロックだったり、カントリーだったり、ポップスだったりと結構比較的万能なギターとして、1950年代から使われています。ネチャスチャネチャスチャネチャスチャっていうようなチャカチャカ音が得意ですよね。ネチャという感じが出るんで、すごいファンキーだったりシャープだったり、でカントリーとかもいいですよね。ブルースもいいですよねっていうのが特徴です。ただネチャネチャスチャッチャしてて歪ませた時にロックがちょっとシャープすぎる。これね、いいならいいんですけど、イングベ・マルミスティみたいなねとか、ああいう感じだったらいいと思います。なので決して早弾きはできないギターじゃないです。こんなのもできる。じゃあ次ポール・リード・スミス。次はポール・リード・スミスを試してみましょう。はい、今度はポール・リード・スミスになります。これは一度購入動画とかもご紹介したので、知っている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、で、安いモデルです。ポール・リード・スミスの中でも、スチューデント・エディションというSE モデルです、これは。なので、比較的安いギターになります。比較的先ほどのギターに比べて手に入りやすいです。で、わざとコイルタップさせてるんですけど、コイルタップっていうとシングルコイルにすることができるんですけど、さっきのフェンダーの真似というか、フェンダーみたいな音も出せるんですね。もちろんシングルコイルに今したからっていうのもあるんですけど、
ポール・リード・スミス自体が1980年代以降に出てきた、ブランドで、そのポール・リード・スミスはレスポールとフェンダーの間を狙って作られたギターだからです。なんで今日はそのフェンダーにちょっと寄った方で比較させていただきたいです。で、同じくシャープなんですけど、こうキレが良くて扱いやすい、また高級感がある感じがします。で、いつも僕はどっちかというとレスポール風に弾いてるので、今日はフェンダー風の音を出して比較していこうと思います。で、さっきのフェンダーはやっぱりすごく良かったです。で、今回そのポール・リード・スミスをフェンダーっぽく弾くとどうなるのかっていう感じですね。で、今コイルタップしてたんですけど、コイルタップっていうのはこのポール・リード・スミスに説いてるシングルコイル風にするやつ、今度はハムバッカーでやってみます。全然違うね。これだとフェンダーにはならない。あくまでもコイルタップしてシングルコイル風にしてやっとフェンダーっぽくなりますね。やっぱフェンダーとポール・リード・スミスはやっぱり違いますね。そのフェンダーのネチャスチャといったバイト感はやっぱりフェンダーだなっていう感じがしますね。ただポール・リード・スミスでフェンダーっぽく弾いてよって言われてできないことはないですね。全然いけちゃいますよね。何よりもポール・リード・スミスだなと思うのが、今これ普通の状態に、ギターを普通の状態に戻してコイルタップをやめてこんな感じでね、レスポールの弾き方にすぐ切り替えられる。どうしてもフェンダーだとレスポールとちょっと違くてシャキシャキしすぎちゃうんですよね。で、ポール・リード・スミスだとそのちょっと重たい部分もすぐカバーできるようになっちゃう。ストラトでやるとどうしてもイングベイとかああいう感じだったらいいんですけど、そうじゃないとちょっとね浮くんですよね。で、ポール・リード・スミスとかエバニーズとかこうちょっと重たい音が出る感じのにすると低音がこうキュッと曲に収まっていく感じになります。はい、といった感じです。この動画いいと思いましたらいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回は 808TS808 系を使ってて、でそれからエレハモのマイクロハーモニックシンセだと思うんですけど、サブハーモニックシンセのやつを使ってます。これ新しく入ったばっかりで3月ぐらいに新しく追加されたやつですね。でこれはドライ 60%、オクターブ28、キャラクター 60%、ロー35、サブ28、アウトプット0。で TS の方はオーバードライブ5、ドーン 6.2、レベル5でスプリットさせてます。でレベル B の方をマイナス16下げてます。でその前にはコンプレッサーかけていて、クリーンのコンプを1、レベル 2.1 でかけてます。でスプリットが終わった後に87コンプさせてます。でインプットマイナス15、レシオ4、アタック 0.1、リリース 0.23、メイクアップ 4.6、ミックス100。アンプは
自分がこのクワッドコアテックスでアンプらしいなって思ってるのが実は4つか5つあって、でその中の2つを今日は使ってます。なのでフェンダーじゃないです。まず14ネームレスは、新しくクワッドコアテックスで使えるようになったアンプで、MVC が 4.6、プルゲインがオフ、プレゼンスが 5.9、ベースが 5.5、ミドルが 5.1、トレブル 6.1、ゲイン2 5.0、ゲイン1 5.0、インプットハイ、アウトプット 2.7。で、もう一つが CA デュオ、CH3、モダン。で、ゲイン 3.3 で軽めにしてて、ベース 8.8、ミッド 8.2、トレブル 4.8、プレゼンス 6.4、マスター 7.4、アウトプット 1.2。これは質感が僕が好きだから入れてるんで、フェンダーとかでもいいと思います。好きだったら。で、メサーブギーのその後ろの方にはフェイザー入れてます。ミックス 51.5、スピード 5.0、シンクオフ、ワイド0、ドライブ0、ディプス0、マニュアル50、レゾナンス 0%、アウトプット0。ディレイがネームレスディレイ入れてて、ミックス 25.2、フィードバック 32.1、トーン50、ピンポンディレイ、オンにしてて、シンクオフ。ディレイタイムは564。リバーブはミックス 28.9、ディケイ5、スペース100、ハイパス700のローパス1643。IR も自分が好きなものを入れちゃってるんで、あまり参考にならないかもしれないですけど、同じのを買いたかったら、ダイナックスのページから、同じのを買いたいと思った人はダイナックスのページから買えます。自分が使ってるのは、デュアル IR のローダーで、1個目にダイナックスボグナーの412スラント SHME421 のコーンを入れてます。で、もう一つの方にダイナックスボグナーの412スラント、リボンマーク121のキャップエッジを入れてます。ダイナコープの後ろに一応プリのドライブを置いてます。入れるとソロのブースターとして入れてます。せっかくだからフェンダーアンプ入れてみますね、一回。US のどの辺り入れてみようか。ね、なんかわかるでしょ。フェンダーっぽさは確かに出るんだけど、行き過ぎてる感じでアンプっぽさがなくなっちゃうんですよね。で、自分はそのアンプっぽさがなくなってほしくなくて、ちょうどいいのにメサーブリかなと。これだけだとこの音。でそこにネームレストで質感だけこう保管したみたいな感じ。こういうの。これはね、こっちにはないの。ほら、ないでしょ。プライクのこう歪み方するんだけど、低音の部分でねっとり感が欲しくて、このメサーブギーのアンプが使ってる。そう。じゃあ、ネームレスだけでいいじゃんってなるかもしれないですけど、ネームレスだとこうなっちゃうんですよ。さっきのフェンダーみたいな感じ。だけど、歪み方がすごいナチュラルで、こう、音量の強弱とかも結構ついちゃって、いいんですよね、ゲイン感が。それで変わるのが。だから、ここに、その、メサーブキ系のやつを使うと、こういう音が出るんですよ。っぽい感じ。これ混ぜると、
もしかしたら本物のアンプだったら解決する。はい。ご視聴ありがとうございました。